2025年の年末から2026年の年始にかけてトルコに行った時の Vlog 第2弾です。この動画では旅の後半のイスタンブールでの様子をまとめてます。前半のカッパドキアでの様子は一つ前の動画で上げてます。カッパドキアでフライトの遅延がありましたが、帝国から30分も遅れることなくイスタンブールに到着しました。まずはホテルがある旧市街に向かいます。あれだ、パブリックトランスポート。まっすぐこれハバイストというバスで移動します。 11？ 寒い。あ、これじゃない？そして11あっちじゃない？意外と遠い。なんかでもさ、11に並んどる人少なくない？なんか事前情報やったらさ、11は結構人気やからさ、これの、あ、でも絶対これじゃん。合ってる合ってる、ここだ。11番。でもさ、気温2度だって。大晦日だ。12月31って書いてある。It's opposite side? Okay. Thank you. I don't know. It's my first time. 旧市街に向かう11番のバスは観光客だらけなのでみんなよくわかってません。さっきまでそこにあったよね。来るはずのバスの表示が直前で消えて焦りましたが、結局11番乗り場に目的のバスが来ました。Sultanahmet last Yeah, stop. yeah, exactly. Okay, right to this. Yeah, yeah, sure. From Japanese? Yeah, Japan. 元気ですか？元気。はい、どうぞ。ありがとう。おはようございます。おはようございます。ゆっくりゆっくりスルタナメットと言います。すごい。すごい、ありがとう。バスに乗るときクレジットカードで乗車券を購入できました。みんなが乗車券を購入するのに時間がかかるので時刻表通りには出発しないです。左は何？左は。すごいすごい。これ行きたいやつや。大きくない？大きくない？ハバイストに乗った時間は1時間弱でした。わ、すごいね。すごいね。思った以上にでかいね。右はあれじゃないの？右はアヤソフィアじゃないの？今回宿泊するホテルはアヤソフィア、ブルーモスク、トプカプ宮殿、地下宮殿がすべて徒歩圏内にあります。人気スポットに朝一で並べるように立地最優先で選びました。どれだ？Hello, I have a reservation. ホテルの部屋に荷物を置いたら早速行動開始です。まずはホテルの5階にあるテラスに出てみました。さっきフロントの方に年越し花火はどこから見るのがおすすめですかって聞いたら、うちの5階からも見えるよってことだったんで、また後で戻ってこようと思います。もうすっかり暗いですが、イスタンブールに到着して興奮冷めやらぬという感じなので、ホテルの周りを散歩します。今日はこんな感じなんかな。いろんなところでもう上がるんかな。すごい。でかっ。すごいね。ブルーモスクの近くにはその昔エジプトのカルナック神殿から運ばれたオベリスクがあります。エジプトらしくヒエログリフが刻まれてます。今回イスタンブールを旅するにあたり、私も友達もネットフリックスでオスマン帝国に関するドラマを見てるんですが、これが想像以上に面白くてですね、今回のイスタンブール観光では歴史的な場所も結構回る予定です。オスマン帝国っていう名前ぐらいしか知らない状態で見たんですが、イスタンブールの旅が何倍にも面白くなったので、これからイスタンブールを旅する方おすすめです。ヘビのやつが多分めっちゃ古いんよ。これは蛇の柱で、もともとは先端に蛇の頭がついていたそうですが、現在ではその頭はイスタンブール市内の博物館で展示されているそうです。最後のは切り石積みのオベリスクです。正確な建設日は分かっていませんが、少なくとも1000年以上ここにあるそうです。すごいね。めっちゃ高いね、これ。ドイツの泉はオスマン帝国の終わり頃、ドイツの皇帝から贈られたもので、この時間はちょっと暗くて見にくいんですけど、内側のモザイクがすごく綺麗です。明日は朝一アヤソフィアに行く予定ですが、元旦なんでね、営業時間が変わってないか念のため確認しに行きました。元旦でもいつも通り9時オープンだそうです。そろそろホテルに帰ります。なんか
12時に一斉に上がるんじゃないんだね。なんていうか、やっぱさ、ポロリン12時もポポロリンポロリンみたいな。だってさっきさ、フロントの人に聞いた時にさ、なんかファイヤーワークスって言ってもさ、ピンとこなくて、でなんか12時のみたいな、その12時にぴったりに見たいのみたいな感じだったから。先にお風呂に入って寝る準備をしてからホテルのテラスにやってきました。さっき気づかんかったけど、あれガラタ島だ。だって絶対あれじゃない？絶対あれだよね。やっぱあれ高かったんだね。寒いね。結構寒い。来た来た。カウントダウン花火を見終わった後、外を歩かなくていいのは楽ちんだし、何より安全なので、ホテルから花火が見えるのはラッキーでした。イスタンブール旧市街のカウントダウン花火は、年越し0時に合わせて一斉に打ち上がるんじゃなくて、いろんな場所から時間もバラバラに上がるフリースタイルでした。イスタンブール2日目の朝です。朝食はビュッフェスタイルです。朝ごはんを食べ終えて上から街を見てみると、思った以上の人の多さにびっくりしました。これがイスタンブールの通常運転なのか、ニューイヤー独特の何かイベントなのか、まだ分かってません。今回のイスタンブールでのざっくりとした予定ですが、今日はアヤソフィアに行った後、ブルーモスクに行きます。その後、ランチにサバサンドを食べて、午後はこの辺りのモスク巡りをします。明日は朝一でトプカプ宮殿に行きます。ここは結構時間がかかると予想しているので、明日の午前中は丸ごとトプカプ宮殿に使います。午後は新市街に移動してドルマバフチェを観光し、時間があればオルタキョイモスクにも行きます。その後は新市街のイスティクラル通りを散策しながらガラタ島を目指し、ガラタ島の上にも登ってみる予定です。あさっては朝一地下宮殿に行きます。その後は結構マニアックなコースになると思うんですが、オスマン帝国関連のスポットを中心に回ります。メフメト2世が建てたファティモスクを見学した後、テオドシウスの城壁を見に行きます。この城壁を見に行くプランは完全にネトフリのドラマの影響です。難攻不落と言われたコンスタンティノープルを守り続けた城壁がね、最後オスマン帝国に突破されるわけですが、その歴史の後をこの目で見たいと思います。途中、カーリエモスクというビザンツ帝国時代の素晴らしいモザイク画が残る場所にも立ち寄ります。立地的な話をすると、アヤソフィア、トプカプ宮殿、地下宮殿は徒歩圏内にあるので、この辺りを同じ日に回ってしまうという人も多いと思うんですが、今回あえて別の日に分けたのは混雑を避けるためです。なんかさ、昨日のカウントダウンの時より人いる。確かあの時意外とさ、人少ないと思ったけど、今めっちゃおる。どうやらデモが行われているようで人だかりができてます。アヤソフィアじゃない、手前だね。手前だ。これ通れないかな。ちょっと右から行ってみる？危ない感じはありませんが、なんせ人が多くて自分たちの進みたい方向に全然行けません。やっと人だかりを抜けました。昨日の夜下見でここまで来ましたが、左手に出てきたのがアヤソフィアで、正面に見えるのがトプカプ宮殿です。イスタンブール観光に関して事前に日本から購入したチケットはなくて、すべて現地で購入します。モスクの中に入るとき、女性は髪を覆う必要があります。私は大判のストールを用意して、モスクに入るときは頭に巻いて、外を歩くときはマフラーとして使ってました。アヤソフィアは9時オープンです。30分前にチケットブースに到着したら、まだ誰も並んでませんでした。明日の朝一で訪れる予定のトプカプ宮殿の前にもまだ誰もいません。これがトプカプ宮殿に入る第一の門、帝王の門です。この門のすぐ近くにあるのはアフメト3世が作ったロココ調の船艇です。アヤソフィアのチケット売り場に戻ります。8時43分の時点で5組10人が並んでました。オープンの9時には20人くらい並んでました。セキュリティゲートを通って中に入ります。チケット売り場の方に博物館に行かないなら1時間くらいで見終わっちゃうから、博物館込みの全エリアに入れるチケットがおすすめだよと教えてもらったんですが、私たちは結構ゆっくりじっくり観光するタイプなのと、今日はこの後も予定ギチギチなので、博物館なしのチケットを購入しました。QR コードを読み取るとオーディオガイドの解説が聞けます。日本語にも対応してます。このオーディオガイドの良かったところは、音声だけじゃなく文字でも解説が表示されるので、パパッと読めちゃうのが便利でした。アヤソフィアは時代の変遷とともに、教会、モスク、博物館、モスクと役割が変化していきました。現在はモスクに回帰したので、1階エリアは礼拝目的の人しか入ることができません。私たちは2階部分から観光します。
事前に予習しすぎて読めるんですけど、あれはムハンマドで、こっちはアッラーって書いてあります。アッラーというのがイスラム教における唯一の神です。修復中で足場が組んでありますが、その隙間から見れるものを見ていきます。あ、いたわ、天使。天使いた。アヤソフィアではミフラープという本来モスクの中央に来るように設計される部分がちょっと曲がってるんですよね。これはここがかつてキリスト教の祭壇だった名残です。キリスト教時代の名残は他にもあって、ビザンツ帝国時代の素晴らしいモザイク画が残ってます。モスクに戻ってから布で覆われた部分もありますが、実は横からちらっと見えます。スマホをかざすと AR で欠けた部分の再現を見ることができます。この AR を体験するコツは、スマホをしばらくの間同じ体勢で構えておくことです。短い時間でかざすのをやめてしまうと、全部が再現されずに途中で終わってしまいます。このモザイク画はキラキラの細かいタイルがぎっちり敷き詰められていて、実際に見ると神々しさを感じるぐらい美しいです。皇帝とキリスト、皇帝とマリア様を並べて描いたモザイク画を見ると、当時のビザンツ帝国の権威が圧倒的なものだったと感じます。アヤソフィアの魅力は単に美しい建築であるということだけじゃなく、帝国が後退してもなお中心であり続けた歴史的な深みにあると思います。オスマン帝国がコンスタンティノープルを陥落させた時に、このアヤソフィアを破壊しなかったというところに、アヤソフィアの圧倒的な格の違いを感じます。なお、他のほとんどのモスクと同様に、礼拝の時間帯は観光することができないので要注意です。観光客がモスクに入れない時間帯は時期によって変わりますが、事前にネットで調べることが可能です。また、モスクの入り口に掲示してあることも多いです。あと、金曜日は他の曜日と比べてちょっとイレギュラーなので、金曜日にアヤソフィアに行こうと思っている方は、観光できる時間帯をちゃんと調べていくのがおすすめです。アヤソフィアでの滞在時間は1時間50分でした。が、これはかなりゆっくりペースなので、一般的には1時間もあれば足りると思います。じゃあ次はブルーモスクへ行きます。天気が良くて本当良かったね。アヤソフィアを観光し終えた頃にはデモも落ち着いてました。次はすぐ近くにあるブルーモスクに行きます。ブルーモスクというのは通称で、正式名称はスルタン・アフメット・モスクって言います。スルタンっていうのは王様、皇帝という意味なので、これはアフメト王のモスクということです。天気めっちゃいいね、今日。すごい青空。嬉しいね。ここに観光できる時間が書いてあります。礼拝の間は観光することができません。金曜の午前中も観光できません。あ、そっか、ここはお金いらないのか。そっかそっか。モスクの観光は基本的に無料です。さっきのアヤソフィアが例外的です。モスクとも書いてあるね。ね。そうそうそう。アヤソフィアの観光を終えてからこっちに回ってきたので、だいぶ人が多いです。入るまでに少し並びました。いよいよ中ですよ。楽しみ。来ません。すごい。すごい。すごい。めっちゃ綺麗。これですな。これや。めっちゃ綺麗や。めっちゃ綺麗。すごい。ブルーモスクの見どころは何といっても内部装飾の美しさだと思います。ステンドグラスを通して入ってくるカラフルな光と、華やかな幾何学模様が描かれたイズニックタイルが特徴的です。ステンドグラスの美しさを堪能するには、こんな感じでよく晴れた日のある程度日が昇ってからがいいと思いますが、なんせお昼近くになると人が多くてということで、後日もう一度来てみようという話になりました。というのも、ブルーモスクは朝8時半から開いているので、ここに立ち寄った後でもトプカプ宮殿や地下宮殿のオープンに間に合うからです。めっちゃ綺麗、本当に。モスクの中に入るときは靴を脱ぎます。靴を置いておくスペースはありますが、必ずしも入った場所から出るとは限らないのと、何より万が一靴がなくなったらめんどくさすぎるので、私はビニール袋を靴入れとして持っていきました。ブルーモスクの滞在時間は1時間でした。が、これもかなりゆっくり過ごしているので、一般的には30分もあれば足りるんじゃないかなと思います。ここで一瞬ホテルに帰ります。
主要観光スポットから近い立地を選んだので、観光の合間にお手洗いや水の補給のためホテルに立ち寄るのは簡単でした。次はイスタンブールに来たら絶対食べたいと思っていたサバラップを食べに行きます。わー、オッケー。わ、栗とトウモロコシだ。やっぱりトウモロコシ一回も食べたいな。サバサンドやサバラップのお店はいっぱいあるんですけど、日本人の口コミが高評価だったお店に行きます。今私たちが歩いているのが旧市街で、朝観光したアヤソフィアやブルーモスクはこっち側にあります。で、これからガラタ橋を渡って新市街に行きます。イスタンブールは観光客が多くて危ない感じは全然ありませんでした。私たちがいわゆる観光地にしか行ってないのもありますが、日が暮れてからも普通に歩けました。ガラタ橋の上では釣りをしている人がたくさんいます。ひときわ目立つモスクはスレイマニエモスクといって、オスマン帝国が一番乗りに乗ってた時代に皇帝を務めていたスレイマンのために建てられたものです。サバラップを食べた後に行く予定です。はい。これか。ありがとう。じゃあ、あれか、現金出す。現金よね。美味しそう。サバラップのお店なんですが、ガラタ橋を旧市街側から渡って、渡り切った先を左手に降りた場所にあります。お店の場所がわかるか不安だったんですが、人だかりができていたのですぐ見つけられました。屋外に発泡スチロールで台を作って売ってたんですが、お店の名前がよくわからなかったです。骨取ってくれる。ありがたい。野菜を入れ、野菜もいっぱい入ってくるね。美味しそう。美味しそう、めっちゃ美味しそう、美味しそう。なんか好きなもんばっかり入ってるし、すごい。めっちゃ美味しそう。Thank you。ありがとう。大きなサバが丸ごと1匹入ってます。骨を全部抜いてくれてるのでとっても食べやすいです。これめちゃくちゃ美味しかったです。これは本当におすすめです。ずーっと人だかりができている人気店です。雪でもなんのそのよ。いやー、サバサンドも食べれて満足じゃん。美味しかったな。でもなんかパサパサでもなく、よかった、美味しかった。あと味付けがなんか薄くて、素材の味があった、よかった。なんとここで雪が降ってきましたが、午後もガシガシ観光します。結構雪。雪の降り方がかなり本格的になってきました。一応天気予報的にはこの後止む予定です。スレイマニエモスクはちょっと高いところに立ってます。そのおかげでよく目立つので、ガラタ橋からもはっきり見えるのです。やっと着いたけど、雪、すごい雪。すごいここ頑張った。お疲れ。じゃあ中を観光しようかね。外はでもね。そうだ。中がさタイムリミットがあるから。綺麗。ほんとそう。うわ、来てよかったね。綺麗だね。上のドームが大きいね。スレイマニエモスクはオスマン帝国第10代皇帝であるスレイマン1世のために建てられたモスクです。スレイマン1世の時代にオスマン帝国の領土が最大になったんですが、その繁栄を象徴するかのような立派なモスクです。次はモスクの周りを散策します。晴れたね。晴れた。スレイマニエモスクからは新市街までよく見渡せます。すごいいい天気。よかったね。でもこの時間晴れて。さっきだったらね。さっきやったら見れん。こうやって見たらさ、金閣湾ってそんなに広くないのにな。すごいな。これが打ち破れんかったんやもんな。でも逆にコンスタンティノープル側からしたらあれが守ったってことやろ。この湾のこの地形のおかげで、この地形で守られたんやろ。そうやっぱ全部が陸に面してないっていうのが強かったやろな。その海からっていうのがやっぱ難しいやん。スレイマンはモスクのすぐ近くに眠っています。行ってみようか。霊廟も立派な建物で、ここにも細やかな装飾が施されています。スレイマニエモスクには全部で1時間半弱滞在しました。礼拝が始まるので、このタイミングで移動します。
じゃあ来た道をそうやね帰って、さっき雪だったからもう難易度が違う。見えんかった。つまらんくてよかった。礼拝のため4時半まではモスクに入ることができないので、それまでの空き時間にエジプシャンバザールに行ってみようと思います。旅をするときはいつもだいたい観光メインで、買い物は後回しになるので、ここでいいものがあったらもう買っちゃいたいと思います。日本語で店名が書いてあります。友達が調べてくれたお店です。ちょっとしたお土産にぴったりな小物がいっぱい置いてあって、店員さんからのプッシュが全然強くなくて、落ち着いて買い物できるいいお店でした。ありがとうございます。このお皿に似たのありますかって聞いたら、似たデザインをたくさん並べてくれました。丁寧にプチプチに包んでくれました。ね、いいのがあってよかったね、お互い。最後にほんのちょっとだけ交渉してみたら、OK って負けてくれました。モスクの観光が再開される時間になったので、まずはイェニモスクに行きます。ガラタ橋のすぐ近くに立ってます。このモスクはムラト3世の妻であるサフィエスルタンの命で建設が始まりました。色合いも装飾もとにかく可愛かったです。歴史的な背景とか宗教的な意味合いとか全部無視してデザインだけで比較するならこのモスクが一番好みでした。滞在時間は40分でした。次はこれまた徒歩圏内のリュステムパシャモスクです。青色のイズニックタイルがふんだんに使われていて、落ち着いた雰囲気の中にも華やかさがあります。このモスクは今日見て回ったモスクの中では比較的小さめなので、礼拝エリアとの距離が近くて、ミフラーブやミンバルがよく見えました。このモスクの設計を担当したのは、オスマン帝国時代に天才建築家と称されたシナンという人で、さっき雪の中見に行ったスレイマニエモスクも同じ人が作ってます。滞在時間は20分でした。モスクを出たら夕暮れの時間でした。めっちゃいい、めっちゃいい。すごい。ガラタ島綺麗やな。いいね。新市街。新市街ね。どこに行ったら綺麗に撮れるのかな。この辺。タランと行けんわな。地下通路を通ってガラタ橋に近づいてみます。昼間はデモの影響で交通規制があったので、上の道路を普通に歩いて渡れたんですが、今はもう規制が解除されているので、地下通路を通るのが安全です。今日行ったイェニモスクやスレイマニエモスクに明かりがつき始めました。夕暮れの景色をしばらく楽しんだ後は夕食を食べに行きます。イスタンブールは昼も夜も異国感たっぷりで歩いていてワクワクします。夕食はロカンタというトルコの大衆食堂に行きます。こっちだ。こっちじゃない。こっちじゃない。これだ、これだ。トルコ語が読めないので個々の料金は全くわかりませんが、ロカンタはお手頃価格なので、そこはあんまり気にせず注文してみます。ロカンタのいいところは実際物を見て注文できるところです。美味しそうよ。これ美味しそう。ナスも入ってるよ。で、多分肉も入っとってみたいな。野菜も一緒に食べれるから結構いいかも。美味しい美味しい。なんか日本人好きだと思う。なんか肉と、しかもこの肉がさ、なんか薄切り肉みたいな、食べやすいよ。柔らかい。ちょっといる？ちょっといる。あったかいうちに。でも肉が違うね。もう肉が違う。こっちは塊肉で、そっち薄切り。柔らかくない？柔らかい。夕食の後はまたさっきのガラタ橋の近くに戻って、今度は夜景を楽しみます。イェニモスクは内装だけじゃなくて夜のライトアップもキラキラ可愛い感じでした。スレイマニエモスクは豪華な感じでした。それでは夜の景色まで楽しんだのでホテルに帰ります。イスタンブール3日目の朝です。いただきます。めっちゃ綺麗。
このなんかテラスがあるホテル良かったね。今朝は朝焼けがめちゃくちゃ綺麗なので、ブルーモスクには明日の朝一に行くことにして、しばらくホテルのテラスでこの景色を楽しむことにしました。旧市街にあって主要観光スポットが徒歩圏内で立地抜群のホテルです。今日はまずトプカプ宮殿に向かいます。今日は金曜日なんですけど、金曜日の午前中はイスラム教の集団礼拝があって、モスクの見学時間がいつもと違ったりするんですね。なので、この日はそういう影響を一切受けなさそうなトプカプ宮殿を観光することに決めました。昨日、アヤソフィアの観光ついでにトプカプ宮殿の入り口の様子をちらっと見た感じだと、30分も前から並ぶ必要はないのかなと思ったので、オープンの10分くらい前を目指して歩いてます。やっぱ1日は少ないんだ。風は強いですが、カッパドキアの方が断然寒かったです。アヤソフィアとトプカプ宮殿の入り口は近い場所にあります。オープンの10分前にトプカプ宮殿に到着しましたが、門の前には20人ほどの観光客が集まってました。帝王の門をくぐってトプカプ宮殿の敷地内に入ります。トプカプ宮殿はオスマン帝国がコンスタンティノープルを陥落させた後に作った巨大な宮殿です。約400年もの間、オスマン帝国歴代のスルタン、皇帝が暮らしていて、かつ行政の中心でもありました。挨拶の門の手前右手側にチケット売り場があります。私たちは先頭から6組目でした。ここにオーディオガイドの QR コードがあります。挨拶の門にはオスマン帝国のスルタンが公式文書や貨幣に使用したサインが入っていて、これはトゥグラと呼ばれます。まずはトプカプ宮殿の中で一番混雑しそうなハレムに向かいます。ハレムというのはスルタンとその家族、そして宮殿に仕える女性たちが暮らしていた特別な居住エリアのことです。外部の男性が入ることは基本的に禁止でしたが、唯一挙制された宦官だけは出入りを許されていて、彼らがハレムの警備や管理を任されていました。これは生命の木と呼ばれるデザインで、一本の木がまっすぐ伸びて左右に枝や花が広がってます。これは命のつながりや永遠、繁栄を表すシンボルで、オスマン帝国が長く続くようにという願いも込められていたそうです。ここが宮殿内で最も華やかな部屋です。天井もかなり凝ったデザインになっています。スルタンが宴を開いた場所です。スルタンは動画の右側に映っている天蓋付きの玉座に座り、音楽や踊りを楽しんだんだそうです。この動画を回しているのが9時半なんですが、まだハレムも混雑してなくて、ゆっくり見て回ることができました。10時ぐらいになると結構人が増えてたので、人が少ないうちに観光したい方はとにかく早めの入場がおすすめです。建物の壁や天井に施されたアラビア語はコーランの一節などです。イスラム文化では絵の代わりに文字そのものを装飾として使うという特徴があります。部屋の中に小さな噴水があるんですけど、これは中の会話を外に聞こえにくくするという防音としての役割があったそうです。窓に色ガラスが使われているのももちろんね、装飾的な意味合いもありますが、外から中を見えにくくするプライバシー保護の役割もあったそうです。結構ね、いろいろ考えて作られてるんだなと思いました。壁一面の装飾が細やかでとっても美しいです。イスラム建築の特徴の一つとして、人や動物などの偶像を避ける代わりに、花など自然の美しさで空間を表現します。ところどころ修復中で入れない部屋もありましたが、見れるところは全部回って、ハレムでの滞在時間は1時間強でした。残念残念。次は宝物館に行きます。ここもね、結構混雑すると聞いてるので、早めに済ませておきます。ここにはスルタンが集めた金や宝石を使った装飾品がずらっと並んでます。中でも有名なのが、このとんでもなく大きいダイヤモンドです。中央のダイヤは86カラットもあるそうですが、さらにその周りを小さなダイヤがぐるっと囲んでます。これも有名なんですが、大きなエメラルドが3つも施された剣です。これは武器というより権力を象徴するアイテムだったようです。トプカプ宮殿って敷地内に入った時の第一印象だとそんなにきらびやかな感じはないんですが、この宝物館を見るとオスマン帝国がいかに力があったかを実感することができます。
ここはスルタンや宮廷の人たちが使っていた図書館で、コーランや歴史書があったそうです。ハレムほど派手じゃないけど、壁には細かい装飾があって、自然光の行き渡る明るい空間でした。次はイスラム関連の展示を見に行きます。この建物では女性はスカーフなどで髪を隠す必要がありました。ずっとコーランの朗読が流れていて、ちょっと緊張感のある厳かな空間でした。預言者ムハンマドに関するあらゆるもの、例えば剣や手紙、髭などが展示されています。手紙、レターって書いてある。7世紀のお手紙すごくない？残ってる。ずっとコーランが流れているのは生物を守る場所として常に祈りの言葉が絶えないようにしているらしいです。今のところハレム、宝物館、図書館、生物の間と見学してきましたが、この時点で入場からすでに2時間半が経過してます。この後はトプカプ宮殿の入り口から遠いエリアを散策します。右がバグダッド居宿。これがバグダッド居宿。これは17世紀にオスマン帝国がバグダッドを征服した記念として建てられたものです。見た目はコンパクトなんですが、壁一面のイズニックタイルと金や細かい装飾の入った天井が豪華な印象を与えます。でもさ、どの部屋もめっちゃ豪華やな、やっぱり。すごい。天井がすごい。ここはスルタンがくつろぐための空間だったそうで、低めのソファーが置いてあります。この建物はトプカプ宮殿の中心からは少し離れた場所にあります。ベルサイユ宮殿にもトリアノンという離れがありましたが、王様っていう立場はやっぱりちょっと疲れるのか、人から離れてリラックスしたい時もあるんだなぁと、権力者の人間っぽい部分が見えて面白いなと思いました。時間の許す限りどんどん建物に入って観光していきます。この建物はオスマン帝国の最後に作られたもので、他の建物とは雰囲気が全然違います。ヨーロッパ風のデザインでかなりモダンな印象を受けます。時代が進んでオスマン帝国にも西洋化、近代化の流れが来たということです。トプカプ宮殿は海に突き出た立地にあるので、ボスポラス海峡が綺麗に見えます。次はハレムの方に戻りまして、議会の間を見学しに行きます。ここはオスマン帝国の重要な会議が行われていた場所です。議題は政治の方針、外交、軍事などだったそうです。スルタンは直接会議に参加せず、あの小さな格子付きの窓から大臣たちの議論の様子をこっそり見ていることが多かったそうです。キッチン。ここはトプカプ宮殿を支えていた巨大なキッチンです。毎日数千人分の食事が作られていたそうで、当時の調理器具が展示されています。最後にカリグラフィーの展示をサクサクっと見学しました。この時点で入場から3時間半が経過してます。トプカプ宮殿の観光は結構時間がかかると思います。メインどころだけを軽く見る場合でも2時間はかかるんじゃないかなと思います。私たちみたいに10個くらいの建物に入る場合は3時間から4時間半。もっと丁寧に観光する方は5時間でも6時間でも費やせるんじゃないかなと思います。今チケット売り場が映ってるんですけど、お昼時はこれくらい混雑するので、とにかく早めの入場がおすすめです。トプカプ宮殿のチケットを持っていれば入場できるアヤイリニ聖堂に立ち寄ります。もともとはビザンツ帝国時代に建てられた教会で、アヤソフィアよりも古いルーツを持つと言われています。オスマン帝国がコンスタンティノープルを征服した後、アヤソフィアを含む多くの教会はモスクに変えられたんですが、ここは武器庫や倉庫として使われました。モスクに改造されなかったため、キリスト教時代の姿が結構残っているということで、貴重な建物とされています。まだ機械もない時代の手彫りの感じが残ってました。アヤイリニ聖堂も含めてぴったり4時間でトプカプ宮殿の観光を終えましいや、た。よかったね。楽しかったね。駆け抜けたね。またいつもごとく、いつものごとく。いや、結構見れた。いや、めふめとさん、あなたが建てたものを見に来ましたよ。そうなんよもう推し活が始まりそう人生初めての推し活そう渋すぎる渋い街の至るところで売られていたパンが気になったので買ってみます。いっぱいある。ごまがびっしりついた輪っか状のパンはシミットという名前だそうです。外はカリッとしていて香ばしく、中は少しもちっとしていました。次はドルマバフチェ宮殿に行きます。トラムで移動します。ここでイスタンブール観光に便利なイスタンブールカードを購入します。
イスタンブールカードというのはトラム、メトロ、バスなどで使えるスイカみたいな交通系 IC カードのことです。事前にチャージしておいて改札を通過するときや乗車時にタッチして使えます。空港や駅の近くにある券売機で購入できます。特徴としては複数人で一つのカードを使えるということです。一人が改札を通った後、後ろの人にカードを渡しても OK というルールがあります。交通機関ごとに料金が一律なので成り立つルールです。イスタンブールカードを現金で購入する場合の注意点としては、お釣りが出ないということです。投入した金額からカード発行料を差し引いた金額がそのままカードにチャージされます。出るときはそのままだよね。ちなみにイスタンブールカードの購入にはクレジットカードも使えますが、数十円の手数料がかかります。15分ほどトラムに乗ってドルマバフチェの最寄り駅に到着しました。ここで残りの工程を考えてイスタンブールカードにさらにチャージしておきます。ちなみに現金チャージの方がクレカチャージよりも若干手数料が安いです。歩いて5分くらいの場所にあるドルマバフチェに向かいます。エントランス。あ、チケット先に。セキュリティ。待って、思った以上に人がいるんだけど。まずはセキュリティチェックがあります。チケット販売の列に並びます。100人以上並んでいて15分くらい待ちました。ドルマバフチェは19世紀に建てられたオスマン帝国後期の宮殿です。伝統的な作りのトプカプ宮殿とは異なり、近代化したヨーロッパ風のデザインが特徴的です。建物の中は撮影禁止ですが、内部は豪華絢爛な装飾で埋め尽くされています。中でもムアーイエデサロンにある巨大なシャンデリアはひときわ印象に残りました。トプカプ宮殿と同じく政治が行われた部分と居住空間が建物の中で分かれているので、どっちも見逃さないようにしたいところです。順路をたどっていくと一度外に出るんですが、そこで終わりじゃなくて、その後ハレムの入り口から再度建物に入り直しました。トルコの初代大統領であるムスタファ・ケマル・アタトゥルクはこの宮殿の中で亡くなってるんですが、その部屋の時計は今も彼が亡くなった時刻である9時5分を指したまま止まっているというのが有名です。ドルマバフチェは想像以上に広く全部回るのに結構時間がかかって、滞在時間は2時間弱でした。この後はバスに乗ってオルタキョイモスクに行きます。カッパドキアで一緒に観光した日本人の女の子たちが、あと1回使えると思いますってこのカードをくれたので、ここでありがたく使わせてもらいました。これに乗りたいです。乗りたい人多いよ。乗りたい人多いよ。道路がかなり混雑していました。本来バスで10分弱のところ20分ほどかかりました。船だね。で、こっちがオルタキョイモスクはボスポラス海峡のすぐ目の前に立っていて、ロケーションが最高です。19世紀に建てられた比較的新しいモスクで、やっぱりここも少しヨーロッパ風のデザインが取り入れられているなと感じました。窓が多くて明るい雰囲気のモスクです。図らずも夕日の時間と重なったので、モスクの外から入ってくる光が柔らかくて綺麗でした。この後は新市街を散策する予定なんですが、なんせバス停が大混雑で乗りたいバスになかなか乗れないということで、急遽この辺りで夕食を取ることにしました。アダナケバブというひき肉を串に巻きつけて焼いたものを注文しました。野菜やパンも一緒に出てきました。これを乗っけて、これでも乗っけて。食べ方が合ってるかわからない。美味しい。間違いない。バスでタクシム広場まで移動しました。もう暗いですが、これから新市街を散策します。寒いね。思ったより寒いね。冷えた。一般的にはね、また明日の昼とかに新市街を観光すればいいと思うんですけど、私たちは明日どうしても城壁に行きたいので、こういうタイトなスケジュールになってます。スティクラル通り。いや、ここは人多そうだね、ずっと。だってもうチェーン店もあるし、店もいっぱいあるし。ミョンドンみたいなもんや。70か、70。Do you want chestnut corn? Corn, corn please, yeah. Barbecue? Barbecue? Yeah, barbecue? うん。温めてくる。じゃあ2人で半分こしよう。
美味しそう。あ、茹でて焼いてるんだ。念願コーン。食べよう食べよう。賑わってるね。今歩いてるのはイスティクラル通りという道で、たくさんの人で賑わってます。道の両側にはお店やカフェが並んでます。ガラタ島に到着しました。タクシム広場から徒歩30分ほどの道のりです。もうさ、観光が詰めすぎてさ、まさかのガラタ島夜。こういう予定ではなかった。こういう予定ではなかった。島の入場料がなかなか高いなと思うんですが、私たちはこのガラタ島にどうしても登りたいのでチケットを買います。突然プロジェクションマッピングが始まりました。よし、行きます。最初エレベーターに乗って、その後階段があります。今日行った方だね、あれがね。ガラタ島の上からはボスポラス海峡や金閣湾、旧市街のモスクが綺麗に見えます。綺麗。ガラタ橋を渡ってすぐの場所にあるこのひときわキラキラしたモスクは、昨日中に入ったイエニモスクです。ガラタ島は14世紀にこの辺りに住んでいたジェノバの商人たちによって建てられた石造りの塔です。今回ガラタ島に登ろうと思った理由なんですけど、ネットフリのドラマに出てくるんですよ。やっぱり歴史を知ってると旅がさらに面白くなるなと思います。展望台は風が強かったですが、あれこれ話しながら30分くらい滞在しました。下の階に降りていくと、なんとコンスタンティノープルが防御のために金閣湾の入り口に設置していた巨大な鎖が展示してありまして、私たちはもう大興奮でした。これ本物？本物かな？すごいね。あそこに、でもあそこのイラストでさ、垂らしてあるもんね。海の中に。たっぷり1時間滞在して、この後はホテルに帰ります。私たちは歩くのが全然苦じゃないので、新市街から旧市街の部分も歩いて帰ります。イスタンブール4日目の朝です。今朝はまずブルーモスクに行きます。2日前にも来てるんですが、その時はアヤソフィアの観光の後だったので、なんせ人が多くて、朝一の静かなブルーモスクも見てみたいねということで、ちらっと立ち寄ることにしました。まだ外が薄暗いので、窓から差し込む光は弱いですが、人の少ないブルーモスクを満喫することができました。ステンドグラスの綺麗な色合いを見たい方は、もう少し日が昇ってから行くのがおすすめです。次は地下宮殿に行きます。ブルーモスクは朝8時半から開いているので、ブルーモスクを見学した後でも地下宮殿のオープンに間に合います。チケットを購入します。ちなみにトルコではインフレの影響でここ数年入場料や交通費がかなり値上がりしてます。6世紀に東ローマ帝国の皇帝ユスティニアヌス1世によって建設された巨大な地下貯水池です。水の上に通路が設置されているので、この上を歩いて見学します。薄暗い中にライトアップされた無数の柱が並びます。柱はそれぞれ微妙に装飾が異なるので、そこに注目してみるのも面白いと思います。この地下宮殿で有名なのが奥の方にあるメデューサの頭部です。逆さや横向きに設置されている理由ははっきり分かってないそうです。この涙の柱も有名です。ギリシャ神殿から運ばれてきたらしいです。この柱に願い事をすると願いが叶うと言われてます。地下宮殿の観光にはあまり時間がかからなくて、30分くらいでぐるっと一周見終わりました。今日はこれから旧市街の中でも少し離れた場所に行くので、イスタンブールカードに再チャージします。イスタンブールカードがあれば市内は簡単に移動できます。まずはトラムに乗ってファティモスクを目指します。モスクに入る前に近くにあるバレンス水道橋を見に来ました。この水道橋めちゃくちゃ古くて、4世紀ローマ帝国時代に作られたものなんだそうです。2段のアーチ構造をしている立派な建造物で、古代ローマのインフラ技術の高さにびっくりします。街の中に溶け込んでいて、車や人がアーチの下を普通に通ってました。次はファティモスクに行きます。オスマン帝国がコンスタンティノープルを陥落させた時のオスマン帝国のスルタンがメフメト2世だったんですが、その人が作ったモスクです。旧市街の中心部から離れた場所にあるからか、知名度の問題なのか、観光客が少なくてゆっくり見学できました。このモスクにはメフメト2世の霊廟もあります。難攻不落と言われたコンスタンティノープルを21歳という若さで征服したメフメト2世ゆかりのモスクをぜひ訪れたいなと思って、今回スケジュールにねじ込みました。
次は1000年近くもの間コンスタンティノープルを守り続けたテオドシウスの城壁を見に行きます。徒歩30分の距離なので歩いて向かいます。めっちゃいい匂いする。途中で良さそうなお店があったらランチを食べたいと思います。ドネルケバブのお店を見つけました。ドネルケバブというのはマールケバブという意味です。大きな塊にした肉を回転させながら焼けた表面をナイフで薄く削ぎ落とします。2種類の味を注文して半分ずつシェアしました。壁だ。テオドシウスの壁ですよ。テオドシウスの壁。そう、1000年を守った。ついにテオドシウスの城壁が見えてきました。城壁は後からゆっくり見ることにして、まずはカーリエモスクコーラ修道院を見学しますと言いたいところだったんですが、礼拝の時間と重なってしまって、13時43分以降でないと入れないことが判明しました。それまでの時間はカーリエモスクから近い場所にある城壁を見に行きます。コンスタンティノープル陥落の直前に鍵の閉め忘れがあったんじゃないかと言われている門がこれです。実際のところ歴史的証拠は不十分で陥落の決定打ではないとされているみたいですが、いろんな説があって面白いなと思います。そろそろ礼拝の時間が終わるのでカーリエモスクに戻ります。女性はスカーフなどで髪の毛を覆う必要があります。ここはもともとビザンツ帝国時代の教会だったんですが、アヤソフィア同様オスマン帝国によってモスクに変えられた歴史があります。その時代にキリスト関連の壁画やモザイクはすべて漆喰で覆われてしまったんですが、その漆喰によって保護されたおかげで今でもこんなに色鮮やかな装飾が残っているみたいです。キリストやマリアの物語が描かれています。このカーリエモスクは旧市街の中心地からちょっと離れてますが、ここに残る壁画は本当に素晴らしくて、わざわざ来る価値があったなと個人的には思いました。次は近くにあるミフリマー・スルタンモスクを見に行きます。オスマン帝国最盛期にスルタンだったスレイマンが娘のために建てたモスクです。白を基調とした可愛らしいデザインです。今日はマイナールートを観光しているからか観光客にほとんど会いません。次はテオドシウスの城壁に沿って歩いていきます。この城壁は約8キロにわたって続いています。さっきまでいたのがカーリエモスク近くのこの辺りで、今は真ん中のこの辺りを目指して歩いています。城壁の崩れた箇所を見ると長い歴史を感じます。ここに書いてある1453年5月29日っていうのがコンスタンティノープル陥落の日です。私はトルコ語が読めないので、現地にいるときは日付しかわからなかったんですが、日本に帰ってから翻訳してみたら、メフメト2世率いる軍隊が大砲を携え、この場所からコンスタンティノープルに入城したと書いてありました。オスマン軍が集中的に攻撃した箇所なので、この辺りの城壁は特に損傷が激しいです。よし、これだね。時間的に城壁沿いをすべて歩くわけにはいかないので、途中バスに乗ってショートカットします。風が強い。一番南のこの部分まで移動してきました。すでに城壁を結構見てきたのに、なんでわざわざここまで移動してきたかというと、この辺りにはテオドシウスの城壁に特徴的な三重構造が残っているからです。ゲディクレ要塞には営業時間ギリギリに到着しましたが、この高い場所から城壁の構造やイスタンブールの景色を見ることができて、ゴールデンゲートもこの目で見ることができて大満足でした。テオドシウスの城壁に関しては日本語の観光情報が少なくて、自分たちだけでどれだけ回れるか結構不安もありましたが、友達のリサーチ力の高さに感謝します。城壁を見ながらドラマの話をしたり、当時に思いを馳せたりととても楽しい一日でした。最寄り駅から電車に乗って旧市街の中心部に帰ります。空港に向かう前に旧市街で夕食を食べます。ここまでお肉のメニューが多かったので、最後はシーフードにしました。いい匂いする。あー、美味しそう。わー、美味しそう。何これ？カラマリ？ OK。あー、OK、Thank you。めっちゃいい匂いする。めっちゃいい匂いする。
る。めっちゃ美味しそう。美味しい。イカはめっちゃ柔らかい。中にめっちゃいろいろ入ってる。野菜とかシーフードって言ってたさっき。美味しい。中からさゴロゴロ出てくる。熱い。最初に見たブルーモスクと、ここ着いたの3日前か。ホテルで預かってもらっていた荷物をピックアップしてハバイストで空港に向かいます。ハバイストの乗り場はこの辺りです。この人トルコの人だったんだと空港で知りました。次トルコに来るときはエフェスとかベルガマとか古代遺跡を回りたいと思います。